皆さんこんにちは、ランタイムです。今回はですね、またしても鳥取の方でね、雪が2、3日にかけて降り続くとのことでね、行きたいなと思ったんですけれども、実は今動画編集の方が忙しくて編集作業に追われてるんですよね。で、なんかいい手はないかなと思ったら、ちょっとこの7枚の計の方ね、実は今動画外で机の方をちょっと作り直しまして、ノマドというんですかね、 PC 作業ができる環境に作り直したばっかりなんで、ですね、今回はこの7万円の計にノートパソコンを積み込んで動画編集できるような格好でノマド雪中車中泊をね、ちょっと一遍楽しんでいきたいなと思います。で、今回ね、行く場所なんですけども、実はね、ちょっと1泊目の場所はまだ決めてないんですよね。で、今からね、実はちょっと一つ用事を済ませんといけんで、もうこの車で出ないといけないんですけども、待ち時間があるんで、その待ち時間の間にどこに行くかっていうのをね、ちょっと決めてから、用事が終わってからちょっとまた出発するという格好にね、させていただきたいと思います。ちなみにね、今はもうお昼の12時ぐらいですんで、用事が終わるのが多分3時ぐらいとかになると思うんですけども、まあそこからの出発という格好でやっていきたいと思います。はい。じゃあね、準備して出かけましょう。はい、ということでね、用事が終わりました。現在の時刻は3時30分ぐらいです。で、ちょっと用事を済ませる待ち時間にね、どこに行こうか考えたんですけれども、今回は鳥取の西部の山中の方で雪が降り始めるとのことだったんで、今回はね、こちらの日南町の方に行って車中泊をね、楽しんでこようと思います。で、なんかこう一般道で行ってもね、普通に行けると思うんで、時間的な余裕もまだあるし、夜までね、雪が降らないんで、もう今回は下道でのんびり行って、で、まあ適当な食材をね、買って現地に向かうっていうような格好でやっていきたいと思います。で、ちなみにね、今回5000円で終わらせれるかもしれないんですけども、ちょっとよくわからないんで、今回はね、特に金額縛り等はせずに、雪山に行って PC 作業して楽しんでくるような格好でやっていきたいと思います。はい、なんかね、今走ってるんですけども、なんだろう、ウィンドウウォッシャー液使ってないのにからね、フロントガラスがこう濡れ始めました。この辺ね、車止めれる場所がないんで、ちょっと様子が見れないのが怖いですね。ちょっとどっかでね、一旦止まりましょう。大丈夫かな。大丈夫かな、この道。なんかまたしてもね、 Google が仕掛けた罠にね、はめられた気がしますね、これ。はい、ということでね、大きい道に出てきました。ここまでの距離が70キロで、残りの距離もちょうど70キロです。で、あと1時間30分かかるらしいんで、今4時半なんでね、ちょうど6時にこの宿泊しようと思ってるところに着くみたいですね。ですけども、どっかで買い物とかしてから行きたいんで、多分到着は7時頃になると思います。で、通ってきた道なんですけどもね、今回はどれも快走でしたね。すごく気持ちよく走れる道でから、ここまでね走ってくるのに信号は多分2個ぐらいでした。だからめちゃくちゃ少なかったです。なんか得した気分ですね。はい、新見市のね辺までやってきました。目的地付近はね、食べ物屋さんがないというか、この新見市のね街中を抜けたら食料品買うことができないんで、ちょっとね、いつも寄ってるお気に入りのスーパーさんにね行きたいと思います。はい、ちょっとね、サンパーク新見さんっていうねスーパーがあったんで、僕ちょっとね、こちらの方に寄らせてもらったことがないんでね、ちょっと行って買い物してみたいと思います。ご来店の際はできる限り新型コロナすごいのがね、しっかり買いました。よし、よっこいしょ。はい、ということでね、帰ってきました。今の時間がね、5時57分です。もう6時ですね。またやっぱし1時間ほどゆっくりのんびりね、買い物をしてしまったようです。やってしまいましたね。で
まあ外もねすでに暗いんですけども、あと1時間ぐらい、もう7時ぐらいにはねつけるんで、まあ安全運転でねのんびり行きましょう。8時や9時になるわけではないんでね、ゆっくり行きたいと思います。じゃあ行きましょう。外気温4度ですね。だんだん気温が下がってきてます。で、雪なんですけど、10時ぐらいから降るらしいんで、まだ全くね、こちらの方、雪が降るような気配はありません。ちなみにね、さっき満月が出てました。今日はなんか、なんたらムーンっていう、珍しい満月みたいです。でも今はね、山の谷間にいるんで、月も見えませんね。はい。で、あとね、30キロぐらいなんで、まあ、のんびり、運転しながらね、行きたいと思います。日南町に入りました。あと10キロぐらいですね。で、外気温がね、今、1度とかさっき書いてあったんで、だいぶ冷えてきますね。今ね、足元はジーパン1本だけなんで、ちょっと寒いんですけども、現地についてね、防寒着を着込みましょう。はい、近くまでね、やってきたんですけども、雪が残ってますね。車中泊を予定している場所にね、入れればいいんですけども、大丈夫かな、どうかな。あ、入れますね。こうです。よいしょ。入れるけども、どうだろう、いける？いければいいんですけどね。いけることはいけますね。はい、今ね、ちょっと入ってみたんですけども、いけそうではありますね。ただ雪かきはされてませんね。で、奥の方ならね、邪魔にはならないと思うんで、そこに行ってみましょうかね。ちょっとね、一番奥のこのエリアですね。カメになったらね、すぐバックしましょう。ダメだな、雪が高いな。カメになってますね。よし、OK ですね。お疲れ様でした。はい。ということでね、こんな感じで車を止めさせてもらいました。ここはね、以前来させていただいたことがあるダム公園の駐車場なんですけども、駐車場の半分が雪に埋もれてるんで、誰も入ってきてない状況ではありますね。で、こちらにはね、その向こう側にお手洗いがあるんですけども、真っ暗なのでちょっと怖いですね、やっぱり。ちょっと見てみましょう。電気もついて、水も出ました。ですね、大丈夫そうですね。ということでね、ちょっともう寒いんでね、車に戻って、いろいろごそごそ準備しましょう。はい。ということでね、ちょっと車に入ろうと思うんですけども、ちょっとね、今回は、ノマド仕様ということで、ちょっとね、車を道具街でね、改造してきました。それがね、こちらなんですけども、こんな感じにね、机をちょっと作り変えました。これも木製品で、こたつじゃないようにしてます。で、通常はね、ここにこんな感じでからソファーを差し込んで使用できるんですけども、これね、こんな感じで、机が広がるようになってまして、で、裏側にね、こんな細工をしてあるんで、これでロックをすることができるんで、こんな感じでね、座ることができるんですね。で、ちょっとね、乗ってみましょう。はい。中に入ったらこんな感じで、椅子にね、楽々座れるんですけれども、僕のサイズだったら、膝を立てた状態でもね、ギリギリ当たる当たらないのレベルの位置でから、ここでね、こんな感じで料理をしたりすることもできて、もちろんね、こっち側にこうやって置くこともできて、で、さらにね、これちょっと家で使ってるノートパソコンなんですけれども、よいしょ。こんな感じでね、作業してても全然苦じゃないっていう体勢ですね。足もすごい楽で作業できるっていう格好にしました。ですんで、ここでこうパソコンの作業をしながら、こっちでも料理ができるみたいな格好で、作業が終わってちょっと外に出たいなと思ったら、パソコンを移動して、足を引っ込めて、裏の蝶つがいを手で外して、倒せば、すぐにね、外に出られるっていう格好にしました。で、
この構造を見てからね、ちょっと気がついた人がいるかもしれないんですけども、これ先日ね、総社水辺の学校っていうところで、ちょっと小さいイベントを開いた際に、そこに来ていただいた、みちさんっていう、すごい車両をね、作られた方がいたんですけども、その方のものをもう真似させてもらったっていう格好です。だから、本当にすごい車両だったんで、僕も同じようなことがしたいと思って、ここの椅子を外して、ここにこんな感じの机をつけたっていう格好になります。僕前回まではね、ここからその机自体をグッと寄せるようにしたんですけども、今回はこの机はここに固定してあります。ですね、この板にネジで固定してある格好ですね。で、これだけだったら、やっぱしその、支点、力点、作用点みたいな格好でから、こう、ガクッと来ちゃうんで、そうしないように、テレビのモニターアームを支えてるこの木が、今までここまでしかなかったんですけども、これをちょっとわざわざ新しく作り直して伸ばして、ここでね、浮き止めになるように伸ばしました。ここは固定してません。どっちみちこっち、こんな感じですけども。ですんでこれ、浮いてもここで止まるっていう、格好です。よくできてます。ですんでね、ノマド向けのものがね、すごくいい机ができたという格好ですね。ちなみに、あぐらがかいてゆっくりしゃがという時にはこんな感じで入って、作業することも可能という格好です。このスタイルだったらね、ここでマウス置いてでも机が余ってるんで、ゆっくり使えますね。ということで、ちょっとお腹も空いてきたんで、どうしましょうかね。とりあえず、まずはね、ちょっと PC 作業は置いといて、軽くお腹をね、膨らましましょう。ということで、ね、ちょっと食べる準備をします。PC 作業は後にしましょう。はい。ということでね、ちょっと先ほど寄ったスーパーさんの方でね、いろいろ食材買ってきたんですけども、実はね、ちょっと時間かかった理由が、ちょうど半額シールが貼られた時間だったらしくて、お宝だらけだったんですね。今日ちょっと食材選びに時間かかってしまいました。はい。ということでね、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、今回のメイン食材は、こちらですね。ブリです。大分県産のブリで、こう、790円の品がね、半額だったんで、395円で買えました。これね、白菜なんかも入ってるんで、もう、このままね、鍋にできちゃうブリだったんで、買ってきました。ちなみにブリはね、ブリしゃぶ以来だと思います。いいの買いました。で、魚ときたら肉なんで、肉も買ってきました。これですね。つくねです。こちらはね、手作りのつくねで、約ね、80円で買ってきました。大きいつくねですね。で、さらにはね、アサリも半額だったんで、買ってきました。これはね、510円の半額なんで、255円ですね。安いです。で、あとはね、これちょっと鍋にね、だしとかついてないんで、そうみのね、つゆのついた鍋用ミックスもやしがあったんで、これ買ってきました。ですね、この分で、鍋にする作戦ですね。で、あとは、締めにね、ご飯が欲しくなった時用に、ご飯が買ってきました。今日ちょっと炊く時間がね、ないんで、食べるんだったらこの分で済まそうと思います。あとはね、朝もしくはお昼ぐらいでいただこうと思うワンタンと、最後に自分へのご褒美ですね。まだ何もしませんけども、ご褒美を2本買ってきました。はい。で、ちなみに、これらの食材、全部はね、今日食べきれないし、別のタイミングでも食べようと思うんで、とりあえず、まずはね、鍋から作りましょう。ブリの鍋ですね。はい。じゃあね、もう早速やっていきましょう。で、今回ね、鍋を使っちゃったら、洗わないといけないんで、めんどくさいんで、これを持ってきました。使い捨てのアルミ鍋ですね。で、この分で、もう今回ね、お鍋をね、作りたいと思います。よし、これにね、まずはちょっと具材入れましょう。具材でもね、入れちゃったらね、こう、溢れるかな。なんか溢れそうですね。どうしよう。2回に分ければいいや。とりあえず、もやし、まあでも今日ちょっと冷えるから大丈夫でしょう。これをね、もう全部入れましょう。遠慮はいりません。こう。水 180cc。えらい少ないな。で、これで OK。あとは火にかけたら OK なんですけども、僕ね、本当はね、これ、炊飯器持ってきてればね、炊飯器でできたんですけども、もう残念ですね。今日ちょっとバタバタしてたんで、うっかり忘れてました。ですんでね、ガスコンロでいきましょう。で、今回ね、蓋がないんでね、ちょっと蓋をフライパンにしていきましょう。こんな感じでね。これで OK です。ぴったりな感じですね。はい。じゃあね、あとはちょっとゆっくり待ちましょう。よし、ちょっとね、開けてみましょう。おー。すごいいい感じできてますね。美味しそう。ブリがね、プリンプリンですよ、これ。うまそう。半額じゃなかったらもういってますね、これ。これ、そうみのつゆ、ちょっと大正解かもしれませんね。めちゃくちゃいい匂いしてますよ。
僕がね言ってるそのブリのお雑煮っていうんですかね、あれともう全く同じ匂いしてますねこれ。わ、どうしよう、これお餅入れて食べた方が美味しいんじゃない？鍋とかで食べちゃダメなやつだ。めちゃくちゃ美味しそう。ちょっとこうやって煮やしましょう。蓋で、僕ですね、実はね非常食にお餅持ってるんですよね。ちょっとちゃんとお利口さんなんで、柔らかくできればこれお雑煮作れますもんね。これめちゃくちゃ岡山の雑煮の匂いですよ。だいぶね昔から入れてるんで熟成が進んでるお餅なんですけども、これ今使わないともう使うところないですね。このお餅はね絶対今日のためにねこの中に入ったんです。間違いないです。もうね焼くこともできないんで、この分のお餅ももう中に入れてしまいましょう。そうしましょう。餅投入。よいしょ。よし、ちょっとね、あとグツグツ煮ましょう。あともうねこれでお餅が煮えたら完成しましょう。そろそろいいかもしれません。見てみましょう。どうかな。あ、お餅ももう柔らかいですね。うん、OK にしましょう。よし、いただきます。よいしょ。めちゃくちゃ美味しいです。すごいな。本当の場合はね塩漬けのぶりなんですけども、これでも十分美味しいです。野菜もよく煮えてます。野菜もぶりもねたまりません。困りましたね。これはまだ仕事もしないのにねご褒美が欲しくなりましたね。どうしましょう。ちょっとのことにします。ちょっとで我慢しましょうね。ちょっとねお餅も食べましょう。果たしてお味は。めちゃくちゃ美味しいです。お餅残しててよかった。この時のためにねあったようなもんですね。最高です。ちょっとねどうしましょう。気分的にね幸せな気分になったんで、動画編集のことはね一旦忘れてから、こうタブレットでねこう動画でも見ながらのんびりそうしたいと思います。でちょっとね最近ハマってるのは Amazon プライムの生存者たちっていうドラマですね。だから急に謎の奇病で世界中の人が死んで、何人かの人たちだけ生き残ったっていう海外ドラマです。はい、ということでね、ブリの方は食べ終わったんですけども、やっぱりさすがにねまだちょっとお腹空いてるんで、これね残りの野菜も煮てから、あとこれですね、このつくねもあるんで、この分でね鶏団子鍋作りましょう。パパッと作ります。簡単なんで。これねもうちょっとこっちで保管しておきましょう。今日寒いんでね傷まないんでこのままでも大丈夫です。オンなんですけども、さすがにね汁が少ないんで少し追加しましょう。白だしでいきましょう。白だしこれぐらいに水をこれぐらいでいいかな。目分量で OK ですね。であとはまた蓋をすると。よしよし、ちょっとね開けてみましょう。はい、いい感じですね。よいしょ。じゃあねこのお鍋を代表してね鶏団子いただきましょう。いただきます。美味しいです。柚子が効きすぎてないからいいですね。であとはねゆっくりちょっと食べ進めていきたいんですけども、食べてばっかりでもいけないんでね、ちょっとこの分はもうこっちにかわしてから、ちょっとゆっくりね続きながら作業するみたいな格好のことをねしたいと思います。ちなみにね今まだ9時ですのでね、まだ全然作業もできるんでノマドをねちょっとやりたいと思います。今回はですね僕の方にね
はい、ということでね、今ちょっと作業してたんですけども、雪が降り始めました。窓のね、ところにもう積もり始めてますね。で、今ね、10時前ぐらいから、ちょうどこのぐらいの時間から降ることになってたんですけども、急にもうね、なんかちょっと足が冷え始めました。ですのでね、車内の気温がね、急激に今下がってるみたいなんで、ちょっとね、厚着をしたりとか、もしダメだったらね、ヒーター出したりとかしてからね、暖を取りながら、作業をね、したいと思います。今ね、車内の気温は5度ぐらいなんですけども、ちょっとこれでね、様子を見たいと思います。はい、ということでね、ちょっと編集作業してたらね、いい時間になって眠たくなってきました。現在の時刻はね、11時30分回ってますね。さすがに疲れました。ですのでね、もうちょっとこれ保存してからね、今日はもう休みたいと思います。はい、片付けもね、終わったんで、寝る前にね、車の積雪情報をね、見てみときたいと思います。おお、夜11時30分。こんな感じですね。意外としっかり積もってますね。いい感じです。はい。でね、車外の気温はマイナス3度ですね。すごい寒いです。でもね、車内はね、15度ぐらいありました。ちっちゃいストーブのおかげですね。すごい暖かかったです。でもね、あまり長くね、外におったらすごく冷えるんで、もうね、車に戻れたと思います。はい。ということでね、布団も敷いたんでね、休もうと思います。今日はね、電気毛布を敷いてます。ひっくり返しますけどね。で、ちょっとね、失敗したのが、下側にね、銀マットを持ってくるのを忘れたんですよね。ですんでね、今回ちょっと底冷えするかもしれませんけども、まあ、電気式毛布があるんでね、なんとかなると思います。ただね、電源のバッテリー消費量だけはね、ちょっと多くなる気がします。で、雪なんですけども、今からね、どうやらちょっと降り積もるらしくて、明日の朝にはね、結構どっさり積もってるんじゃないかと思うんで、その辺をね、期待しながら、もう休みたいと思います。はい。でね、寝るときはこんな格好でから、頭には帽子かぶって、顔はね、こんな感じで隠してます。外気温がなんかマイナス3度とかなんでね、しっかり暖かくしてから休もうと思います。で、あとね、明日はね、もう適当にダラダラとしながら目を覚ましたいと思います。もう、こちらの公園ね、雪に埋もれてるんで、入ってくる人ね、いないと思うんで、ゆっくりさせていただきたいと思います。もうね、12時も回って眠いんでね、今夜は休ませていただきたいと思います。はい、じゃあね、皆さん、おやすみなさい。